7月7日、朝早く僕たちは大阪から京都に移動しました。これから2日間はアレックスと京都旅行です。そして7月7日の今日は七夕の日でした。七夕は日本のイベントです。笹の葉に願い事を書いた短冊を飾ります。僕たちが泊まるホテルのロビーには大きな笹がありました。僕は日本語がもっと上手くなりますようにと短冊に書いて笹の高いところに飾りました。アレックスも短冊を書いていたけれど、願い事は秘密だと言って僕には教えてくれませんでした。彼が何を書いたのかとても気になります。京都はとても伝統的な場所でした。街の色合いも茶色が多くてすごく落ち着いていました。僕たちは清水寺を観光しました。周りには外国から来た人たちがとても多かったです。そして今日は特に暑かったです。和柄のカラフルな扇子を使っている人が何人もいました。僕はそれを見て母にお土産に買ってあげようと思いました。歩いていたらあっという間にペットボトルの水が空になりました。かき氷屋さんが近くにあったので入ってみることにしました。僕たちはいちご味のかき氷を注文しました。注文はアレックスにさせました。いちご味のかき氷を2つお願いします。お持ち帰りですか？それとも店内ですか？店内で食べます。悔しいけど完璧でした。ちゃんといちご味のかき氷が2つお盆に乗って運ばれてきました。氷は思っていたよりもふわふわしていました。まるで綿あめを食べているみたいでした。アレックスと僕は目を丸くしました。
マジでおいしい。おかわりしようかな。と、アレックスは言っていました。結局、おかわりはしなくて、代わりに抹茶味のソフトクリームを買っていました。アレックスはソフトクリームの上にかかっている抹茶の粉を食べて、にっがと言っていました。そりゃそうだよ、と僕は思いました。でも、クリームのところは甘い。と、アレックスは満足げでした。明日は京都の有名な嵐山へ観光に行きます。アレックスといると予想のつかないことがよく起こります。明日はどんな一日になるのやら。二人の京都旅行の姿が目に浮かぶようですね。二人にはもっともっと日本を楽しんでもらいたいです。ではまた次のお話でお会いしましょう。